これモスクワ郊外を走ってるんですけど、右に漢字の書かれたトラックが走ってます。ナンバーは中国ナンバー、吉って書いてあります。吉林省ですね。書いてあるのはスールー国際物流ということで、シルクロード国際物流。ここ最近モスクワにも中国の車が直接乗り入れるのを見かけるようになりました。どうもおはようございます。というわけで、今モスクワ中心から郊外の方に走ってるんですけど、今日はビザの更新関係で移民局に行くんですよ。で、その移民局っていうのがモスクワから車で2時間ぐらいのかなり南の方にあって、そこが割とですね、普段見る光景と違うので、それを皆さんにお見せしたいなと思ってます。なぜ違うかっていうと、そこって中央アジアの人がいっぱいいて、まるで雰囲気がですね、ロシアじゃない中央アジアみたいな感じなんですよね。ロシアってヨーロッパの一番東の方にあって、中央アジアに接してるじゃないですか。で、この間歴史的にも遊牧民の影響を受けてるという話をしましたけれども、まさに中央アジアと言えるんじゃないかぐらい中央アジアと密接な関係にあるわけですよね。で、中央アジアの移民、中央アジアの労働者もいっぱいいるわけです。なので、その人たちがどういうふうに暮らしているのかとか、中央アジアの労働者、移民たちの話をですね、今日ちょっとしたいなと思います。ちなみに今走ってるのは MCAD と書いて、これはモスクワ外環道路ですね。ちょうど日本で言えば東京の外環道路みたいな道になります。全周が確か100キロあるのかな、東京の外環よりは短いかもしれません。最近ロシアはすごく中国の車が多いんですよね。どのくらい多いのかっていうのをですね、今こうやって撮りながら見ていきましょうか。今自分の目の前走ってる車、これ中国の車ですね。左に走ってるのは日産、前に走ってるのはキア、右に走ってるのはキアですね。これはタクシーの車として非常に人気のモデルです。それもだんだん中国の車に変わっていくんじゃないのかなと思うんですが、前の車はマツダ、その前はヒュンダイというわけで、さっきからちょっと欧州車が少なくて、韓国と、日本の車みたいな感じになっちゃってますけど、左はこれはベンツですね。街中にいるともっとたくさん中国の車見るんですけども、やっぱこう郊外長距離走っていくってなると減っていくんでしょうかね。その右の右、この小さい車はアフトワーズっていうロシア製の車になります。中国車は1社しか見てなかったんですけれども、この中国の進出等に関してはまた別途ね、紹介していきたいと思います。で、話を戻しまして、今日はこのモスクワから南の巨大な移民局、そこにドライブを楽しみながらロシアにおける中央アジアの人たちについて、軽く概要を語っていきたいと思います。ロシアにいるとやっぱヨーロッパと違ってこの中央アジア系の人たちっていうのを見かけるんですよ。なんだかアジア系の人たちがいるな、でもちょっと雰囲気違うなっていう感じでミステリアスなんですけれども、いろんな統計はあるんですけど、非合法合法含めて中央アジア系の人たちがモスクワに100万人近くいるって言われてます。モスクワの人口が東京と同じぐらいで1000万人超なので、かなりの量ですよね。出身地の数でいうと一番多いのが意外にもタジキスタンで、その後ウズベキスタン、キルギスタン、カザフスタン、トルクメニスタンと続きます。タジキスタン自体ね、人口は1000万人ぐらいでそんなに多くないんだけども、結構な割合でモスクワに出稼ぎに来てます。これはね、やっぱり現地で仕事があんまなかったとか、多分そういうことが関係してると思うんですけど、次のウズベキスタンは国の人口自体が結構多いです。3600万人
なので絶対数が多くて来る割合も多くなると。で次はキルギスで、キルギスは実は人口が700万人ぐらい、そんな多くないんだけれども、ビザなしでロシアに来れるし、やっぱ仕事があんまりないということで、たくさん来てるのかなというふうに思います。でカザフスタンなんですけども、この後も話しますが、カザフスタンは産油国でそれなりに、経済が回ってるのでおそらくそんなに多くない。でトルクメニスタンはまた特殊な事情で、出国制限が多いから少ないということになりそうですね。今ちょっと車線移動してました。ここから先40キロまっすぐみたいなんで、はい、続けていきたいと思いますが、実際その労働者としているカザフスタン人って私あんまり会ったことないんですよね。いますよ、もちろんタクシードライバーとかでいたりしますけど、比較的少ない。で例えばキッチンの料理人とかでも、少なくて、それよりも私がカザフスタン人と会うのって大学で、カザフスタンから留学してますみたいな、そういう人は会うんですけど、あとまあ普通にこっちで仕事してますみたいな人は会うんですが、労働者として、ましてや不法滞在でみたいな人は私はあんまり会ったことがないです。というわけで、ウズベキスタンとキルギスタン、そしてタジキスタンの人が多いというところです。でタジキスタンなんですけども、この私が言ったこのスタン一族の中でタジキスタンだけが、ちょっと、違います。それはなぜか分かりますか？タジキスタン以外のカザフスタン、キルギスタン、ウズベキスタン、トルクメニスタンですね。これはそれぞれ全てトルコ系民族なんですよ。チュルク系とも言いますよね。つまりモンゴルのあたりにいた遊牧民たちから派生した民族で、みんなトルコ系の言葉を話します。なので、トルコ語に近いです、喋ってる言葉が。なんとなくトルコ語は分かるという状況ですね。で実際、トルコとも仲がいいし、我々は、大きな意味では、一つの民族なんだという話もありますよね。例えば、今は、中共に支配されている西の方の新疆ウイグル自治区、あそこはウイグル人が住んでますけれども、ウイグル人もチュルク系民族です。で、彼らは東トルキスタンとして、独立したいと言ってるグループがいるわけですよね。トルキスタンなので、トルコ系民族なんです。ただ話戻しますけれども、タジキスタンはトゥルク系民族ではないです。彼らはペルシャ系民族です。イラン系と同じということですね。なので言語もペルシャ系、もともとはペルシャの一部だったり、いろんなところの一部だったりしたわけですから、タジキスタンはちょっと民族が違います。より、顔もですね、彫りが深くて、なんていうんですかね、ちょっとイラン人っぽいというか、ムスリムとしてもですね、よりですね厳格ですね。この中央アジア系の人たちの見た目なんですけども、ここからは私のもう主観になりますんで、本当に私の感覚でしかないんですけれどもね、カザフスタン人はそうですね、やっぱり、モンゴルっぽい感じの見た目の人が中心になりますね。もちろん混血して、白人っぽい見た目の人もいるんですけれども、全体の中ではですね、背が高い人が多いイメージがあります。なんか体ががっしりしてる。で次に、キルギスですね。キルギスタン人は、そうですね、キルギスタン人もそのモンゴル系の顔というかアジアっぽい顔の人はすごく多いんですけれども、カザフスタン人に比べては背がそこまで高くない。あれ東南アジアの人なのかなって思うような時も結構多かったりするようなイメージですね。もちろん地方によってはすごく混血していたり、いろんな人がいます。
で、ウズベキスタン人ですね。ウズベキスタン人は、よりハーフっぽさが強くて、いわゆるコーカソイド、白人っぽい見た目とアジアっぽい見た目が全体的に混じってる感じが多いですね。で、ウズベキスタン人の方がより伝統的というか、イスラム教なんですが、他の国よりもよりちょっとですね、トラディショナルな考え方を持っている人が多そうなイメージですね。とはいえ、中央アジアのイスラムは非常にね、リベラルで、厳格ではないんですけれども、でタジキスタン人は先ほど言ったように、イラン系なので基本的にはそのコーカソイドの見た目で、ちょっと、彫りが深くてですね、で、肌はそんなに白いわけではないですけれども、比較的、ね、白人系の見た目に近い、中東っぽい見た目っていうことですかね。イラン系なんで、一つに中東ってまとめることはできないんですけれども、トルクメニスタンは白人系というかコーカソイドっぽい見た目が混じってますね。これはよりトルコに近いからなんですけれども、トルコ人もですね、もともとはモンゴル平原から来た人たちでアジアっぽい見た目をしてた人たちなんですけれども、混血が進むにつれてアラブとかペルシャとかいろんなところのですね、血が混ざってヨーロッパの血が混ざって現在の見た目はですね、ほぼ中東に近いようなね、見た目になってるわけですけれども、トルクメニスタンもその傾向が強いです。もちろんアジアっぽさも残ってますが、その傾向が強いということで、こうグラデーションですね。西に行けば行くほどより、中東っぽさというかペルシャっぽさというか、ヨーロッパっぽさみたいな、見た目が入ってくるという感じになりますね。ちなみにさっき言ったウイグルはですね、ウイグルは、中共に支配されてるんですけれども、彼らの見た目もですね、ハーフっぽい人がめちゃめちゃ多かったですね。むしろカザフスタンとかキルギスタンよりもハーフっぽい、見た目の人たちが多かったのを覚えてます。最近は行ってないですけれども、過去に旅行した時はそんな印象を持ちました。でそういった中央アジアの人たちっていうのは特にソ連時代に一つの国として、一緒になってましたので、ロシア各地にですねおります。で地方都市ではですねそこまで多く見かけないんですけれども、モスクワにいると労働者として今たくさん入ってきてますので、非常によく見かけます。なので、最初私は田舎の町からモスクワに移住してきた時にはちょっとびっくりしましたね。なんかアジアっぽい見た目の人がいると思ったら、中央アジアの人だったっていうね。でこれだけ中央アジアの人が各地にいるとなると、私も中央アジアの人というふうに基本的には思われるわけですよ、パッと見は。ですので、普通にもちろん道も聞かれますし、普通にロシア語で声かけられて、向こうも外国人と思ってないことが非常に多いですね。喋り始めたらもちろんすぐ外国人ってわかるんですけども、自分から言わないと日本人かどうかっていうのはなかなか分かってもらえないです。で中央アジアから来る人の主な職業ですね。これは基本的には労働者として来てる人が多いという話なんですけれども、じゃあ労働者として来てる人たち、ワーカーの人たちの仕事について話しますね。もちろんいろんなね、層から来てるということなんですけれども、特にワーカーについてはですね、多いのは、建設業、それから料理ですね、シェフとして働いていたり、シェフのアシスタントとして皿洗いをしていたり、非常に多いですね。あとマクドナルドとかファーストフード店のスタッフとしてっていうのも結構多かったりしますね。
それから、レストランのウェイターはこれはですね割とロシア人が好まれるんですよね。これは接客の時にやっぱり言葉がそこまで上手じゃない人もいるっていうのもありますかね。あと、表に出ていて目立つので、もし、不法滞在だったりしたらちょっとまずいので、あまり表に出ないところにいることが多いですかね。あと工場とかでは働いてないですね。工場では、ライン工とかはあれはもう、ね、正社員として、雇ったりしてますので、ちゃんとその労働許可を持っていない中央アジアの人っていうのは働けない人が多いですね。あとはタクシードライバーか、タクシードライバーは中央アジア系多いですね。これはアメリカ、ニューヨークなんか行っても同じだと思いますけれども、でこの中央アジアの方々がロシア人にどういうふうに思われているかっていうことなんですが、基本的には先ほど言ったように中央アジアの人は今ワーカーとして来てますので、低賃金の労働者が多いわけですよ。ですのでやっぱりこの経済格差があるの中で下に見られてると全体的にねいう風潮は多いかなと思います。ロシア人が、このロシアでは、メインであり、特に中央アジアの方から来た出稼ぎ労働者は二級国民的な見方を現状はされているのかなというふうに思いますね。これは私の主観ですけれども、やっぱり中央アジアから来た人の不法滞在であったりとか、そうですね、それからやっぱり、ムスリムであるっていうちょっとマイノリティっていうところで、それもですね、イメージとしてはあんまり良くなかったりしますね。これは中央アジアの人かどうか、分かりませんけれども、テロがね、あった時に中央アジアの人が疑われてたりとかね、そういうこともありますんでね。実際中央アジアの、労働者とか見ていると、着てる服装とかもですね、そこまで、おしゃれじゃなかったりしてひげ生やした男たちがつるんでたりすると、ちょっとなんか怖いなみたいなねいう風な目で見られることも多いですね。ただ一方でですね、もともと一緒の国として、同志であったわけだし、そもそもですね過去にこの中央アジアの人たちに、このスラブ系のロシア人たちは支配されていたわけなんですね。なのでロシア人からするとこの得体の知れないこう恐怖みたいなのがこの人たちに対してあるんだろうと思います。これは推測の域を出ないですけれども、13世紀に、モンゴルが攻めてきて、この人たちですね、いわゆるタタール系の人たちにこのモスクワの方、それからキエフの方までね一旦支配されて、その後も200年間、モスクワは、このタタール系の人たちに対して、徴兵を続けていたわけですね。なので、今はそのどちらかというとメインストリームではない、人として、下に見ている部分があるのかもしれないですけれども、一方で、得体の知れないイフを持っているというような感じじゃないのかなと、私の主観では思います。中央アジアの人がなぜロシアに来るかっていうことなんですけれども、やっぱり彼らの国では産業が乏しくて仕事がないっていうのは多いと思いますね。で、じゃあ他の国行けばっていう話なんですけれども、彼らはロシア語しか喋れないわけなんですよ。いや、彼らの自分たちの言葉プラスロシア語が、ある程度は喋れるんですよね。それはやっぱりソ連時代の教育とか、同じ文字を使っているとか、文化的にもうかなりロシア語がですね彼らの、国々に深く入り込んでるっていうのもあって、
ある程度のロシア語は結構みんな喋れるんですよ。完璧ではないですけどね。少なくとも私のロシア語よりみんなうまいというわけで、やっぱりいきなりアメリカに働きに行くとか、いきなり中国に働きに行くとか、日本に働きに行くとか、それはですね、別途教育を受けた人とか、よほど言葉がうまいとか、そういう人じゃないとできないわけなんですよね。なのでやっぱりみんなロシアに働きに来るんですね。でロシアはそれほど経済状況良くないんでしょうと、それはその通りで、ロシアそもそも賃金そんな高くないんですけれども、地方都市は特にですねそんな高くないんですけれど、でもやっぱりモスクワは、ヨーロッパ最大の都市ですし、それなりに物価も高くて、物価に対応して賃金もそれなりにあるので、それでやっぱりモスクワに来るっていうことなんじゃないですかね。特に今は、デリバリーとかね、タクシーとか料理人とか割とモスクワで足りてなかったりするので、その中央アジアから来た労働者が、対応するということですね。でロシアはそういうですね中央アジアからの単純労働者に頼ってはいるんですけれども、やっぱり軍事作戦が始まってルーブルの価値が下がってからはですね、その中央アジアからの労働者っていうのも減ってます実際は。はい、なので、さっき人が足りてないって言いましたけれども、そういう中央アジアからの人が減ってて今足りてない状況で、彼らにもっとお金を払わなきゃということで賃金がどんどん上がってる感じですね。どうやら彼らの通貨っていうのはですね、例えばウズベキスタンだったらスムだったかな、スムとかスミとかの通貨は、どっちかというとドルペックらしいんですよ。ドルペックなんですよ。ロシアルーブルよりもドルへ影響される。なのでドルが高いと、彼らがルーブルでロシアの通貨で受け取る金額って、少なくなっちゃうんですよね、ドルがより高くなると。なのでいやちょっとこれルーブルじゃ食っていけないわってなると、じゃあちょっとロシアじゃなくて他のところで働くかっていう人が増えてきますので、今はそれもあってその中央アジアからの単純労働者が足りてないというのが、その業界の人間から見た、感じですね。今私はレストランを経営してるんですけれども、調理人が足りないし、調理人の給料がこうどんどん上がってるということに直面してます。それからタクシーもめちゃくちゃ値段が上がってます。ドライバーの給料が増えてるんでしょうね。そうこうしているうちに景色がだいぶいい感じになってきましたね。田舎ですね。ひたすら平原が広がってるっていうね、これロシアですし、中央アジアもこうですね、ウクライナ、ポーランドの方までずっとこんな平原です。騎馬民族がかつてですね闊歩したというのが分かる感じですよね。さあやってまいりました。この左に見える建物が移民局の建物の一部です。ロシア人には無縁の場所ですね。来るのは外国人ですから、基本的にこう黒い服を着た人たちがねたくさんいる感じですね。でそこをですねスラブ系の、ロシア人の警官がこう棒を振り回しながらね、眩しい目でこちらを見るという感じで、自分たちは囚人かのようなねなんか気分にさせられる場所なんですけども、さあここから先どこまで撮影 OK なのか分かんないんですけど行ってみますか。ここ駐車場で並んでる車はね、ちょっとね古みたいな車多いですね。確かに一般のロシア人がいきなりここに来たらちょっと怖いなって思っちゃうかもしれないです。得体の知れないね、男たちがたくさんいるっていう。はい。喋ってる言葉もね違いますからね、みんな、
外国語を喋ってます。ロシア語ではないです。で、いっぱい音がこう溜まってるんですよ。で、いろいろね、タクシーいるかとかこう斡旋してる人が多いみたいなんですけど、ほら、カメラダメってなんか言ってましたね。まずは一つ目の、パスポートチェックパスしました。日本のパスポート見せるとね、お前日本人かみたいな感じで、問題なく通してもらえます。ここはバスですかね。モスクワの真ん中から車2時間ですので、これはバスで来るしかないですよね。なんだこれは。はい。兵隊、来ませんかと。ここに書いてある給与額21万ルーブル、これは日本円にして36万円ぐらいですが、現地の大卒の給与の3倍ぐらいのイメージ。いきなり地方の労働者が年収1500万円ぐらいもらえるようになるみたいなイメージです。さまざまなところからさまざまな見た目の人が来てますね。こんだけ男性が多いってことはやっぱりこう、労働者っていうのはやっぱ基本的に男性が多いんだなっていうのは分かります。もちろん女性でね、調理場で働いていたり、マックみたいなところで働いてたり清掃してたりっていう人も、日常ではねたくさん見かけますけれども、次の検問ですね。これはなんだろうな、途中ちょっとカメラは消します。さっきパスポート見てたら、おお日本かっていうふうに言われましたね。そうなんですよ。これね、日本のパスポート持ってるとね、ほんと世界中どこ行っても日本人かっていう風にね、言ってもらえるんですよね。ニコッとしてくれるんですよね。これは本当にありがたいですよね。はい。本当は撮影しちゃいけないんでしょうから、こう撮影して喋ってる私をね、みんな見てきますね。基本そのロシアの人とかって他人に無関心なので、別に撮影していても何とも思わない人が多いですね。他人に無関心というか、もう別に誰が何やっててもどうしようもないので何も言わないっていう感じが多いですね。あとは別に撮られても、気にしないっていう人が多いですかね。日本は極端に気にする方なんだと思いますけれども。うわ、人がいっぱい並んでる。やだな、どれに行くんだろう俺。ここには、アルメニア、カザフスタン、キルギスタンの人たちのラインってなってますね。で、アルメニア、カザフスタン、キルギスに関しては、何か特別な協定があって、ビザなしでもね来れるみたいなんで、多分そういう、関係なんだと思います。一応ここ英語も書いてありますね。これまたビデオ撮ってると怒られそうだな。大丈夫か。めちゃめちゃ人いっぱいいる。さっきちなみに入り口でビデオ撮っちゃダメよ、イヤホンも外しなさいよって言われました。バレてます。めちゃめちゃ人いっぱいいて、多分みんな何時間も待ってるんですけど、私エージェントを雇ってたので一瞬でこの窓口に来れました。はい、いや良かったです。金払ってるんであれなんですけど、一瞬で終わりました。エージェントを雇ってたので窓口を確保してくれてて、裏工作をしてたんで、そういう風になりました。みんなここにものすごい長い時間待って、苦しんでるんでしょうけど、私もね、そういうことは何回も経験してます。今回は、ちょっとね、事情を知っている人に金払って、早く済ますようにしてますんで、さっさと終わりました。いやーね、みんな座るところもなくて、地面に座ったりしてさまよってますが、非常にきついですね。で、スタッフはみんなロシア人で、その人たちから
まるで、囚人のような目で見られて、非常にね屈辱的なところなんですが、外国人はねみんなこの道を取らなきゃいけないということで、たまにね、ヨーロッパから来た外国人とかにね出くわしたりして、一緒に愚痴を言ったりします。以前と違うのはやっぱりチャイニーズらしき人をね、多く見かけるっていうことですね。多くはないですけど前よりは比較的多く見かけるっていうところですかね。今回早く先ほどの室内での手続きは終わりましたけれども、これは数あるいろんな手続きの中の一つが今日たまたま早く終わったというだけでして、医者に行っていろんな検査を受けたりとかいろんな手続きがありまして、この後もまた今度は別のですね、来週になったら、市内の移民局に行かなければいけないと、いうことになります。めっちゃ話しかけられるんですけどね、なんか帰りのルートを斡旋してるんでしょうね。安いタクシーあるよとかちょっとよく分かんないんですけどね、何語か分かんないんですけど、おそらく中央アジアのチュルク系の言葉で話しかけてきてるんだと思います。私を見ておそらく、キルギスかウズベキの人だと思ってると思うんで、なんかみんな斡旋してますね。タクシーでね、ビデオ撮ってると怒っちゃう人もいると思うんですけど、さっさとはいというわけで移民局なんとか今日の手続きは終わりました。そうですね、一般のロシア人が見たらこうなんか道端に座ってたり、いろんな人がいろんな言葉で喋っていろんな斡旋をしてて、なんだこいつらって思うかもしれないですね。服装もねみんな黒いような服の人ばっかりですし、ともかく、こういうところです。本当にね中央アジアの、バスとかね駅にいるような雰囲気なので、ロシアでこれが味わえるのはなかなか面白いです。ロシアね場所によっては中央アジア系の人がすごいたくさんいたりとか、例えば電子市場ですね、電農場みたいなところだと外国人、中央アジアの人ばっかりで、こういう雰囲気があったりとね、割と中央アジアの雰囲気が楽しめて面白いところもありますので、ここはやっぱりヨーロッパとかとは違うところですかね。というわけで今日はね、移民局に、旅行しながらですねドライブ動画を撮りながら、ロシアの風景を眺めて、中央アジアの人たちについて語るという動画をやってみました。あんまりねデータに基づいた内容ではなくて、今日は自分の主観でいろいろ語りましたけれども、参考になれば幸いです。またこういった人たちのね生態を見たいとかねいろいろありましたらリクエストください。また、現地からね、率直な、レポートをねやっていきたいと思います。というわけでありがとうございました。